はい、皆さん、こんにちは。ヨッシーです。それでは、ミスト、前回のね、続きから始めていきたいと思います。今は、これ、ゲーム再開したところですね。ミストファイル選択、どのファイルから始めますかと。で、このミスト1の1ってやつが、さっき、あれね、シャープ1の時に保存したやつね。はい、ここから再開していきましょう。再開すると、なんか本からスタートですね。で、なんかこの、なんだ、この空みたいな見えてますけど、はい、選択して、はい、ゲームを開始すると、再開すると、データをロードするとですね、データをロードすると、なんだ、ここに来ましたと。で、ここはどこかというと、はい、ライブラリーですね。ライブラリーから再開。はい。で、前回のね、シャープ1の振り返りということなんですが、シャープ1で、どこまで行ったかというと、港の秘密の桟橋なんだ、桟橋の秘密の部屋桟橋にある秘密の部屋で、島にあるマーカースイッチの数を入力して、アトラスのメッセージを聞いたところですね。で、アトラスのメッセージで、アトラスが何て言ってたかっていうと、ライブラリーにある本が、燃やされてしまったと。もしかしたら息子たちの仕業なんじゃないかっていうことを言ってましたけど、もしアクセスキーを忘れたらタワーローテーションを使ってくれってね、言ってましたね。で、タワーローテーションが何かっていうと、これね、この地図のここの点滅してるところをクリックすると、このタワーローテーションつってね、なるわけですよ。まあ、これのことなんだけど、ただ、タワーローテーションを使ってくれっていう割には、そのなんだ、まあ、これがタワーローテーションだとね、いうことは分かったものの、じゃあこれをどうすればいいのかっていうところがね、分からないんですよね。なので、まあ、これの謎を解くっていうのが次やること、なんですが、はい。というわけでね、何かお気づきでしょうかと。これをどうしたらいいのかと。とりあえず、今現時点で、まあ、プレイヤーができることとしたら、まあ、数限られてるんですよね。そこから推理していくしかない。はい。今できること、何かっていうと、まず1個あるのは、あれね、マーカースイッチ。島に点在しているマーカースイッチ。これが、あれが、今、なんだ、青いところのさ、バーをさ、上げてなかったじゃん。この上げ下げね。これね。はい。これで、上げ下げ、今ずっと全部下げてる状態なんで、上げてみたらどうなるのかっていうのが一つ。で、あともう一個できることは、ここね、プラネタリウムのここの数字。なんか機械にね、年月日時入力して、星の形変えるやつありましたけど、あれが一つと。で、もう一個あるのは、中庭ですね。中庭に、カーソルをさ、上に乗せたらなんかブオーンっつって、赤と緑変わってたやつあったと思うんですけど、これね、まあこれ、シャーパンの時こっち左側のやつ行ったからさ、せっかくなんで右側の方行ってみようぜ。はい、右側これ、目玉みたいな感じになってますね。はい、カーソルを乗せるとこの赤になり、で、クリックすると緑になる。で、もう一回クリックすると赤になると。こいつ。これ、これが一つ。で、あともう一あともう二つか。あとは、電力室電力室、あそこの、これね、ここにあるやつね。こいつ、ここ。ここでなんかボタンが10個あって、1個押したら10。で、もう1個押したら7、17とかね。で、もう1個押したら18、プラス1とかなんかなってましたけど、これが一つと、あとは、時計塔かな時計塔のところで時刻を変えられたやつ。で、あとはこのこっちにあったログキャビンか。あ、ちょっと今、いけねんけど、あれか、木の小屋ね。木の小屋のところで、なんか3つ数字がありましたね。000つって変えれるやつ、ここね。ありましたと。まあ、言うてね、これぐらいしかないわけですよ。今、ユーザー操作で変えれる、変化される、できるところといえば。なので、これの中のいずれかが怪しいということは分かったんですが、どれが、まあ、どうしたらいいのかっていうのは分からない。なので、ちょっとね、推理なんですけど、ここをね、どうすればいいかっていうのを推理するんですけど、試しにここをね、1個上げてみましょう。中庭のマーカースイッチを上げました。まあね、上げたものの中で、もうあれなんですよ。
他のね、プラネタリウムとか、電力室とか、木の小屋とか時計塔っていうのは、あの何局所的というか、そこにしかないわけなんですよね。ものが。なんだけど、この地図を見たらさ、これ島全体になってるわけですよ。地図を見させてください。そう、これ。島全体になってるわけじゃないですか。で、島全体にあるものといえば何かというと、もうマーカースイッチしかないわけなんですよ。これ、見てみようか。あ、ほらね。あ、俺、プラネタリウムとかあげたっけ？そう、中庭のとこあげました。で、プラネタリウムもあげました。で、あげた結果、ここ、明るくなってんだよね。さっきまで地図ここなかったんだけど、明かりがね、ついてなかったんだけど、マーカースイッチを上げたことにより、明かりがつくようになりましたと。はい。ということなので、マーカースイッチを上げたら、ここの地図に明かりが灯るっていう、そういう仕組みになってるということがわかりますね。まあ、とりあえず、一旦まず、ってことなんで、島にあるマーカースイッチをすべて上げに行きましょう。スイッチをね。はい。じゃあ、上げに行くよ。はい。まず近いところから来ました。ここね、宇宙船のところ。ここにマーカースイッチがあるんで、これ1個上げましょう。はい。じゃあ、さっき中庭行ったんで、まだ中庭の向こう側から行ってみるか。次は電力室ですね。はい、電力室。ここにマーカースイッチがあるんで、これを上げましょう。はい、上げました。で、時計塔ね。時計塔のところにある、マーカースイッチに関しては、あれ、海で隔たれてて、向こうに行けなかったんで、あれは飛ばしましょう。なんかスキップしちゃったな。なんかすごいとこまで行ってた。こっちに行きたいんだけど。はい、来た来た。はい。ログキャビンのマーカースイッチを上げますと。はい。で、ちなみに、ここね。ここね、中庭のとこなんですが、これね、見てお気づきかと思いますが、ここ、ライブラリーね、ここにあるのがライブラリーなんだけど、そのライブラリーのさ、後ろ側にさ、なんかあるんだよね、建造物が。山になってて、なんか上のところになんかこの丸いやつあると思うんですけど、あれが、エレベーターに乗っていった先のところね、このライブラリーの本棚の後ろに秘密の通路があったと思うんですけど、あれを後ろにまで行くと、ここのエレベーターに登って、なんかね、上のところまで行ったと思いますけど、位置的に考えたら、そのエレベーターで行ってた先がここじゃないかということがね、推測できるわけですよ。はい、ここね。とりあえずまずこのマーカースイッチ、歯車のマーカースイッチを上げて、はい、さっき言ってたとこ。ここにあるのがプラネタリウム。で、ここにあるのがライブラリー。で、ここがさっき見えて山ね。なので、位置的にさ、このライブラリーの真後ろに山があるんで、言うても、秘密の通路を取ったら、こう中にね、山のところに行って、で、エレベーター乗って上のところに行って、さっきの建造物、上のなんか灰色のやつあったと思うけど、あ、すげえ、今上見えたやん、これ。見れるね。これ、ここ。ここが、あそこのエレベーターの、で、登った先に当たるんじゃないかなっていうのがね、これで風景見ることによってわかるわけですね。地理がどういう感じになってるかっていうのを読み取ることができると。なのでもう、それもそうだね。そうやって感じで推理していかないとダメだね。地形をね、元にして。はい。で、これが最後のマーカースイッチ。ここ上げましょう。はい。これで、島にあるマーカースイッチはすべてというか、時計塔のやつを除き、すべて上に上げたかな。すべて上に上げた感じだと思いますね。で、これで、ライブラリーにあった地図がどうなってるかっていうのを見てみましょう。はい。地図来ました。はい、ほら。明かりが灯りましたね。これがログキャビンのところ、これが電力室のところ、これが中庭、これがプラネタリウム、で、これがスタート地点の桟橋かな。で、ここが桟橋の上にあった歯車のところ。で、これが宇宙船という感じで明かりが灯りましてね。じゃあこれ明かりが灯ったけどどうすればいいのか。ちょっとこれで押してみましょうか。なんか変化があるかなと。はい、そうすると赤色になって止まりますね。今んところ4つ止まってるね。この宇宙船のところで止まる、歯車のところで止まる、港で止まる、木のところかなで止まると
いう感じで、赤色でなんかこう一瞬止まるようになりました。はい。というわけで、宇宙船で止めてみましょうか。赤いところでね。赤い状態で止めてみましょう。はい。で、これでゴロ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 つって音がね、変わってますけれど、はい。音が変わって、これでどうなるのかと。音がするだけで何がどう変わったのか、わからんと思うんですが、この状態でちょっと行ってみようか。あそこに。エレベーターの先。なんか変化があるかな。はい。エレベーターの先のところまで移動。はい。エレベーター登って上まで来ましたと。もうなんか今の時点でちょっと見えてたけどさ、この本のところね。ここさ、シャープ1の時、ちょっと上登ってみようぜ。シャープ1の時に、あれなんで登れないの？ちょっと上登りたいんだけど。来た来た来た。はい。シャープ R の時、ここね、なんか岩みたいな、壁みたいになってて、なってたと思うんですけど、今これで見ると宇宙船が見えてますね。宇宙船が見えてると。つまり、この建物的には、ライブラリーの後ろにあった、山の上にあった建物、今そこにいるんですけど、タワーローテーションだから、そのタワーがね、回転するわけですね。ぐるぐるぐると。で、赤いレーザーみたいな線を宇宙船のところに合わせて止めたんで、そうすると、今その宇宙船のところが見えてる状態になったわけですよ。というわけで赤いところで止めると、そこの止めたところにこう見えるようになるという感じですね。で、宇宙船のところで止めたんで、今宇宙船が見えてるよと。では、この状態で何か他に変化がないのか。はい。エレベーターのね、後ろのところに鍵のマークついたはしごがあったと思うんですけど、そこに行ってみましょうか。今のは本のマークのはしごだったんでね。こっちね。はい、鍵のマークのはしご。この上登ってみると、なんか変わってることがあるかな？はい、なんとありますね。シャープ R の時にはね、ここ何もなかったんだけど、はい、今、宇宙船に合わせたことにより、なんか新しい、なんかプレートみたいなのが出てきてますね、これで。で、何かっていうと、これ 59V って書いてあるね。59V。これは一体何なんでしょうかね。59V っていうのが出てきましたと。じゃあ 59V ってのは何かと。またここでね、一つ謎なんですよ。59V っていうなんか出てきたけど、じゃあそれは、じゃあ一体何なのか。はい。というわけで、ここでまた推理をしましょう。推理が必要ですね。今、俺らが行ける中で、その 59V が影響している場所はどこか。まあ、聡明な方はお気づきでしょうかね。そうね。今行ける範囲で、ボルト、その電力を必要としているものって1個しかないわけですよ。電力室ね。あそこに行って、まず行ってみましょうか。で、さっき 59V ってなんか意味深に書いてあったんで、じゃあそこの電力室に行って、59V、その数字が59に合うようにやってみたら、なんかどうなるのかっていうね、ところですね。はい。というわけで、まずは、あそこ、電力室まで移動しますよ。はい、移動。はい、ここね、電力室来ました。じゃあちょっと地下に降りてみようか。あそこの部屋まで行ってみましょう。はい、来ましたと。で、ここね、問題のところね。とりあえずね、ボタンを押してってみようか。はい、まず1個目が10。で、これ、あれね、1個消した方がいいね。これで7。で、ここが8。3、16。5、1、2、22、19、9と。はい。っていう感じで、これをちょうどいい感じで 59V に合わせたい。
ので、計算しないといけないね。それぞれのボタンがいくつ、増減値がいくつかっていうのを、まずメモしないといけないんで、それをメモした上でやっていくという感じなんですが、ちょっと、メモしていい？ちょっとメモせんとこれわからんわ。はい。というわけで、各ボタンの上がり幅をメモしました。では、これで実際に59に合わせていくんだけど、まず59に合わせる前に、一旦ね、そんななんか、メモするほどじゃないじゃないかっていうね、まあ、適当にこのしらみつぶしにさ、全部入力してきゃいいじゃないかってね、まあ、なると思うんですけど、とりあえずじゃあ、打ってみようか。これをね、入力していって、全部ボタンをね、まあ、何も考えずボタンを押していくとどうなるのかっていうのもちょっと見てみましょうね。はい。これ、お気づきでしょうか？パワー、左側がパワーで、右側がパワートゥースペースシップなんだけど、さっきまでね、左側のパワーとパワートゥースペースシップの数値がね、同じになってたんだけど、今これね、右側のパワートゥースペースシップが00になってるんですよね。これは一体どういうことかと。ちょっと落としていこうか、電力を。全部0に戻して、はい、0に戻しました。で、この状態でもう一回押してみようか。はい。で、やっても、右側のパワーというスペースシップのね、パネルは00なんですよ。上がらない。これは一体どういうことかというと、これは電力がショートしたっていうことですね。もう、いくつだ ?70 ボルトぐらいの状態で、なんかゼロに戻ったけど、やっぱりね、電力を上げすぎると、ショートするわけですよ。で、電力がショートしたらもうこの状態だと、もうね、何やっても00なんですよね。で、電力がショートしたらもうね、どうしようもないわけですよ。じゃあ一体どうしたらいいのか。まあね、電力がショートしたらそれはブレーカーが落ちるんで、ブレーカーが落ちたらブレーカーを上げないといけない。まあ現実的に考えたらそうですよね。うん、それが正しい。なので、ブレーカーを上げない、落ちたブレーカーを上げに行かないといけないんだけど、じゃあブレーカーが一体どこにあるのかっていうね。まず、ここね、見えるかな？こいつの後ろに、なんかこの電線があるんですよね。この電力室からスペースシップに繋がってる電線があると。で、ここになんか、なんつうの、この、砦みたいなさ、やつがあるんで、そこにね、行きたいんだけど、はいはい。行けるね。これね、道があるんですよね。そこに向かう道があると。ちょっと、行きたい、そっちに。で、そっちに行かないといけないんだけど、行けたわ。ここね。ここにね、隠し通路的にあるわけですよ。このはしご、登って。これね。これが、今どうなってるこれ。こう、これ。まあいいか。これでいいのかな。はい。まあ、とりあえず、一旦これで。なんかブレーカーが上がってたんで、真ん中のところに戻しましたと。まあ、これでいいのかな。はい。で、これでブレーカーが元の位置に戻ったんで、電力が回復した、はずなんだけど、本当にあれ1個だけでいいのかっていうのは一応ね、チェックはしといた方がいいですね。とりあえずその電線をね、辿ってみましょう。はい、ここさっき電力室だったとこね。で、ここの後ろ、これがさっきはしごで登ってブレーカーをなんかしたところ。で、こう繋がってるわけですよ、電線が、さらに。辿っていってみましょう。電線をね。はい。そうすると、電線がこう繋がってきて、ここにもね、もう一個あるわけですね。ブレーカーは一つじゃなかったよと。はい。なので、これが、ブレーカーが上がってるから、下げるのが正しいのかな。はい。こうかな。はい。はい。ブレーカーを元の位置に戻しました。で、もうこれ見えてるけど、この電線がさ、こう行ってて、この宇宙船、スペースシップ、ここに繋がってますね。というわけで、ブレーカーは計2箇所かな。さっきの電力室の横にあったのと、ここの
宇宙船の近くにある。この2箇所がブレーカーの位置だと。なので、電力が上がったんで、これでブレーカーを元に戻しました。で、この状態でもう一回電力室行ってみましょう。果たして、パワートゥースペースシップの電力が回復しているのか。はい、移動。はい、戻ってきました。じゃあ、入力してみようかな。あーしゃ、復活してる。いいね。復活してね。来た来た、復活してるわ。オッケー。というわけで、これね、闇雲にこの電力を入力して、もう、オーバーすると、一定値を超えると、電力がショートして、ブレーカーを元に戻さないといけないっていうね、作業が発生しちゃうので、まあ、さっきね、メモしましたけど、これをちゃんとメモした通り、闇雲にやるんじゃなくて、ちゃんと意識して、やっていってみましょう。というわけで、まあ大体ね、こういう時は鉄則というか、でかい数字からやった方がいいんで、これでまず22ね。で次にでかいのは19の、この1個下のやつ。これ、違う違う。ずれてる。これ。これで今どうなるか41。だから、59にするためには、あと、18。18あれば、いけるわけですよ。じゃあいけるな。4が16。ここが16なんで、57。はい。で、あと2で9になります。で、あと2なんだけど、2があるね。ここね。67の7。これで2なんで、はい、来た。これで 59V。はい、ちょうど 59V になりましたと。はい。で、これ以上上げないよ。ここで止めとくよ。で、59V にしたんだけど、特に何も起きないね。はい。というわけで、これでボルトをね、さっきプレートに書いてあった 59V ってやつに合わしたのだけど、じゃあ合わした結果どうなるのかっていうのは、はい、自分の足で確かめないといけないわけですよ。まあね、推理するんだけど、まあね、さっきも見たように、この電力室からのケーブルが宇宙船に繋がってたんですね。っていうことは、宇宙船に繋がってて、宇宙船に電力を 59V で送ってるわけだから、っていうことはつまり、宇宙船に何かしらの変化があるんじゃないかというわけですね。というわけで、宇宙船に行ってみましょう。はい、宇宙船来ました。じゃあどうかな。これで扉ね、シャープ R の時はまだクリックしても何もならなかったんだけど、さあ、クリックしたらどうなるのか。はい、中に入ることができます。宇宙船の。素晴らしい。で、なんか謎のパネルがありますね、ここにね。謎のパネルがある。で、後ろ振り返るとここになんか、オルガンがある。聞いてみようか、これ。おちゃんと、ちょっとね、ドレミファソラシド行きたかったんだけど、なんかずれるね。はい。ドレミファソラシドっつって。で、シャープはどのシャープ？レのシャープ、ファのシャープ、ソのシャープ、ラのシャープ。はい。というわけで、これでもいけるな。丸ボタンを押しっぱなしにして十字キュー移すだけでもいけると。だから、ここに鍵盤がありますね。オルガンみたいなのがね、ありますよと。パイプオルガンかな。この後ろにさ、パイプがあるね。これはパイプオルガンっぽいですね。で、こっち側には、ある機械は、これはなんかここになんかあって、で、ここになんかバーみたいなのが、1、2、3、4、5、5個ありますと。で、一番右にこのなんか、もう一個スイッチがありますと。ちょっとこれいじってみようか。はい。というわけで、これはいじるとなんか音階が変わるね。とりあえずなんか適当にこのいじってみる。こんな感じでね、適当になんかいじって、この状態でこの右のバーをやるとどうなるか。はい。っていう感じで、左側のバーの位置を奏でるという感じですね。これをやることによってね。だけど、やるだけで特に何も起きないよと。謎ですね。何をどうしたらいいのか全くわからん。
とりあえず、ここに鍵盤があるんで、ちょっとなんか弾いてみましょうか。これちょっと操作が難しいんでね、ちょっと、思ったところに行かないんで難しいんですけど、猫踏んじゃったです、つってね。これ遊べるから面白いよね、これね。これね。遊べるけど、ね、すげえ操作性が悪すぎてさ、ちゃんとできない。これマウスでやったらさ、ちゃんとこの音楽使えるんだけどね。はい、ちょっと遊ぶのはこれぐらいにしとこう。というわけで、59V 入れることによって、そのなんだ宇宙船、今まで入れなかった宇宙船の中に入れるようになったものの、なんか謎の鍵盤と謎の機械、スライドのね、があるだけで、特に何も起きないと。謎ですね。これがまたここからさらに次の謎につながるわけなんですよ。でもね、ヒントがないね、ここから先。ここまではまず 59V っていうヒントがあって、で、それを、じゃあ、59V って言ったら電力室に入れる値かなつって、推理していったわけなんですけれども、こっから先はね、どうしようもないわけですよ。できないわけですよ。で、あとやってないこととしたら、ここね、本棚にある読める本があったと思うんですけど、基本的にはこの本棚にある本は、こうやってね、燃えていて、読むことができない。まあ、アトラスも言ってましたね。ライブラリーにある本がやられたって言ったけど、まあそういうことなんだけど、一部、読める状態のやつがあるわけですよ。ほら、こういうやつとかさ、まだ文字が書いてあって中身読めるじゃん。なので、次も、あとやれてないこととしたら、ここの本を読む。本を読むっていうのが残ってます。なので、ちょっと本をね、読んでみようかなと思うんですが、はい。ちょうどね、時間的にちょっとキリがいいところまで行ったんで、今回はね、ここで一旦切ろうかなと思います。はい。じゃあ次回はちょっと本を読んでみて、あそこのね、さっきの宇宙船のところにあった謎の鍵盤、あれの謎が、なんかわかるのかっていうのをね、ところを、検証していこうかなと思います。推理することが増えてきて、だんだん楽しくなってきましたね。シャープ1の時よりも謎解きのレベルがアップしていて手応えがあるなって感じですよ。でもね、謎解きの難易度的にはこれでもまだ準備体操レベルなんですよね。こっからさらに難易度が上がってどんどん鬼畜になっていくんで、一体どんなことになってしまうのかっていうのがね、今から楽しみですね。次回もまた楽しみにしておいてください。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。では、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。